皆さんこんにちは、えのけんです。今回もですね、また美味しいグルメや美味しいお酒を探す旅に出かけたいと思います。今回はですね、久しぶりの国内ということで、私えのけんですね、初めて両親を連れて家族旅行へ行ってまいりました。そしてですね、サムネなどにもあるように、今回の行き先はこちら、広島県へ初めてやってまいりました。こちらはですね、母親のリクエストでやってまいりました。宮島にね、行ってみたいということなので、そしてですね、空港からは電車が走ってないので、バスでね、こちら市内まで移動することになります。なのでね、新幹線などで来るのもいいかもしれません。やってまいりました。初めての広島。テンションが上がりまくっています。こちらね、ホテルが駅のバス停からね、反対側ということで、駅の中をね、通過してホテルの方に向かっていきたいと思います。初めて見るね、街並みにまたテンションが上がっています。広島はね、こういった川が流れていてね、橋がたくさんあったんですけど、とてもね、景色が綺麗でした。なんてね、話している間にあっという間にホテルに到着です。今回はね、ザ・ロイヤルパークホテル広島リバーサイド、名前長いな。ここにね、宿泊させていただきました。3人でね、1つの部屋に泊まったので、なかなかね、お部屋の方も広かったです。かなりね、快適に過ごせました。早速ね、お部屋の方に入りますと、広々としたね、空間で、僕はね、こちらの一人でね、寝るタイプのベッドに寝て、両親は二人ね、隣り合って寝ていただくという形にしました。一応ね、こちらトイレと浴槽が一緒なんですけど、かなり広くてね、そんなに気にならなかったですね。で、冷蔵庫がですね、これ故障してまして、全然冷えなかったんで、取り替えてもらえるというね。ただ対応がすごく早くて良かったんで、そこはね、めちゃくちゃ好印象でしたね。意外とね、このベッドも寝やすかったですね。慣れない布団だと寝れなかったりするんですけれども、よく眠れました。景色はこんな感じ。そしてですね、移動の疲れもあってか、父親がね、ビールを飲みたいということなので、1階にあるね、朝食会場とかにも使われているカフェレストランにやってまいりました。こちらですね、お得なメニューということで、瀬戸内売膳料理プラスドリンクセットを頼みました。料理にね、プラス300円を払えばお得にね、頼めるというメニューがあったので、こちらを注文。この後にね、夜のディナーもあるということなので、そんなにね、バクバク食うってよりは、ビールでね、旅の疲れを癒そうかなーなんて考えていました。こちらね、ソーセージのグリル盛り合わせ。ソーセージ嫌いな人っているんですかねっていうレベルのね、間違いない味でしたね。味のね、種類が一本一本違って飽きずに食べれました。ただね、どれがどの味だったかは全然覚えてないんですけど、特徴的だったのはね、多分これではないんですけど、一つね、カレー味のね、ソーセージがあって、それはびっくりしましたね。こんな味があるのかとびっくりさせられました。そしてこの瀬戸内売膳クラフトビールなんですけど、とてもね、飲みやすくて美味しかったです。
やっぱクラフトビールって普通のねビールにはない味わいがあったりするんで、普通のね普段飲んでいるビールに飽きている方なんかもどんどんね飲み進めていけるんじゃないかななんて思いました。ソーセージとねビール相性抜群ですから、どんどんねビールも飲み進みちゃいます。そんな感じでね飲み進めていたらあっという間にペロリでございました。ごちそうさま。広島旅一発目最高の出だしとなりました。そしてですね、誕生日の母親に向けて甘いものもね好きということで Google マップを見てね、近くにあったパティスリーっていうんですかね、スイーツ屋さんにやってまいりました。ことのほかねおしゃれでちょっと面食らったんですけれども、中にあるねスイーツやケーキもおしゃれで、どれにするかねとても迷いました。電話でもね聞いたんですけれども、どれでもいいと言われてしまったんで、とりあえずね適当に買わせていただきました。こんな感じです。とてもね喜んでくれたんですが、この後食べられなくなるんじゃないかとかなりね心配をしていましたよ。早速飲みに行く。家族3人での夕食、そしてねお酒も飲めるっていうのも本当に久しぶりだったんで、めちゃくちゃ楽しみにしていました。こちらねお好み焼き越田さんにねやってまいりました。少しねウェイティングがあったんですけれども、お店の外にあるねメニューを見ながら今か今かと待っていました。そしてですね10分15分ぐらい待って入店できました。お店の方はねカウンターなんですけれども、これがね臨場感があって最高でした。目の前でねこの熱気を感じながら食欲がそそられるといった感じでした。1杯目はハイボールでございます。私のね一番ね好きなお酒と言っても過言ではないハイボールを飲み進めていきます。だいたいね料理を待ってる間になくなってしまうんですよね。それが困ったところなんですけれども、ハイボールが美味しいんで仕方ありませんね。そうしていると注文した豚キムチの方がねこちら鉄板の上で調理されているのを見つけましたよ。母親がねこちらは注文したんですけれども、普通のね豚キムチとやっぱ鉄板焼きなんで、この作ってる時の迫力もそうなんですけど、味わいがね違ったかななんて思いましたね。見てください、この匠の技を。これ本当に近いんですごいね迫力が ありましたね。もうその時から広島すげえな圧倒されていました。いやーお酒には一番合うやつでしょこれは。やってまいりました豚キムチ、そのまま食べてもよし、こちらね広島のソースと絡めてね食べても美味しいんですよ。3人なんでね少しずつ取り分けて食べていく形となります。いやー一口食べてねこれはただものではないなと、広島恐るべし。舐めてはいないんですけど考えを改めさせられましたね。いやー舐めてかかったら一瞬でお酒がなくなってしまう。見てください、瞬殺ですよ。速攻でペロリでございます。注文したのは母親なんで、母親にね多く取り分けてあげようと思ってたらね父親がどんどん食べてね、それもまた家族ならではで面白かったです。そしてですねこれは僕が珍しいなと思って注文した牛の血管焼きでございます。
牛の血管なんて食べたことなかったですからね。これ広島の人はみんな食べたことあるのかな。とにかくね、食感がコリコリでしっかりめのね味付けで、ちゃんと塩味がついてるので、これまたねお酒殺しと言いますか、お酒に合う味付けでございました。お店の人はねすごく観光客の方に慣れてて気を使ってくださってね、広島の人が普段食べる味付けだとすごく濃くなるそうで、自分たちでね調整できるようにねしてくださって、そういった心配りも感動いたしました。歯ごたえ抜群、コリコリした食感がとても美味しい牛の血管焼きでございます。想像のね3倍ぐらいコリコリしてたんでびっくりしました。その血管っていうんで、なんとなくねホルモンみたいな柔らかいのを勝手に想像してたんですけど、完全にこれはおつまみのやつですね。ハイボールがなくなってしまいました。悲しい。ということで札幌生ビール黒ラベルを注文いたしました。こちらをね次は飲み進めていきます。ジョッキでもいいんですけど、なんとなくね最近は瓶ビールにもハマっています。乾杯。皆さんはビールはお好きですか？日本のねビールもめちゃくちゃ種類があるので、メーカーによってもなんですけど迷ったりしますよね。皆さんの好きなビールのメーカーはどこでしょうか？僕はねなんか怒られそうな気もするんですけど、意外とプレミアムモルツだったりします。でもほんと基本的にどれも大好きです。牛の血管焼きビールと本当に合いましたね。あっという間だなビール。本当にねすぐなくなっちゃうんですよ。そしてまたハイボールに戻ります。ずーっとねビールでもまた飽きてしまうんで、交互にね飲み進めたりなんかしました。そしてですね、ここからが本番ですよ。まだお好み焼き食ってねえじゃねえかって突っ込まれそうなので、これがねめちゃくちゃ時間かかるんですよ。お好み焼きが一から作るので提供するまでに 2,30 分かかったんじゃないかな。ちょっと違ったら申し訳ないんですけれども、一気にねこれ作ってくださるんですけど、ただおつまみをね皆さん注文して、それを食べながら飲みながら待つという形がベストだと思いました。いやー本当にね美味しかったんですよ。お好み焼きってこの広島風のやつは麺が入っていますので重いかなーなんて思ってたんですけど、全然そんなことなくてね、いや一気にパンになっちゃいました。そして待っているとやってまいりました。こちらねなんと手違いで注文したのと違うお好み焼きだったので、すぐね正しいこちらスペシャルを持ってきていただきました。ネギをねかけるだけだったので、そしてヘラで切り分けてね、食べれるか心配で3人で1つしか頼まなかったんですよ。それがね一番の失敗でした。ほんと3人で一瞬でね、母親なんかも絶対2つは食べれないってねちきってたんですけれども、いや食べれたねって3人でペロリでございました。本当にね3人で2つ頼めばよかったですね。ただ他のお店に行ってないので、他のお店はね量が多かったりするのかはまだわからないんですけれども、今度はねこのヘラを使って食べる現地民の方なんかはねチラチラっと見ながら、ヘラで食べるとねヘラのね熱が残ってるんで熱々のまま美味しくいただけました。これがまたね酒に合うんですよ。
どんどんねお酒がなくなっていく。そしてねまた提供に時間がかかるので、途中で注文するわけにもいかずね、泣く泣くお好み焼き一つで諦めることにしました。本当に美味しかった。ごちそうさまです。お好み焼きもっとねいろんなお店に回ってみたいなと思いましたよ。そうです。これが僕の夢の一つでもあったんですけれどもね、実家がなかなか田舎なんで3人でね外食するっていうこと自体珍しかったんですけど、3人でねお酒をはしご酒するっていうのね、この旅行で初めて叶いました。こちらのお店はね YouTube の動画でおすすめされたのを見て、それを頼りにねやってまいりました。先ほどのねお好み焼き屋さんはステージっていうかね熱気とか盛り上がりがすごかったんですけれども、こちらのお店はね一転して落ち着いていたので、両親もね高齢なので落ち着いてお酒や食事を楽しむことができてよかったですね。そしてですね、このお店の雰囲気に合うんじゃないかということで広島の日本酒を注文させていただきました。それとですね、こちらのねお店のお通しがまた美味しかったんですよ。いやー、日本酒とねマッチしてどんどん日本酒がなくなっていく。そしてやってまいりました穴子の白焼きでございます。こちらね、僕が店員さんに聞いておすすめしていただいたんで注文いたしました。穴子のね刺身もあったんですけれども、こちらの白焼きの方が美味しいんじゃないかということでこちらを注文いたしました。それがね本当に大正解。めちゃくちゃ美味しかったです。広島で食べた穴子の中でね、ここの白焼きが一番美味しかったんじゃないかなと思いますね。食感といいね、この味付けといい最高でした。そして母親のチョイス、イカの一夜干し。本当にねイカが大好きみたいで、恥ずかしながらそれ知らなかったんですよ。いやー、こんなにね母親がイカアイラブイカなのはねびっくりしましたね。宮島でもねイカ焼きの屋台があって、その匂いにつられてましたから。そしてですね、日本酒が飲み終わり、アサヒ生ビール黒生を注文いたしました。今度は同じビールでも黒ビールでございます。このねコーヒーのような味わいや香り、たまらなく大好きです。本当にね美味しかったですね。今度はね変わってハモの湯引き、こちらはね父親のチョイスで注文させていただきました。ハモの湯引きなんて俺は食ったことがねえとか言ってね注文してたんですけれども、はい、父親のね年齢でも初めての体験をさせてあげられたことは良かったですね。このね付属のねタレがねまたまた美味しくてめちゃくちゃ合いました。僕もねハモの湯引きなんて食べたことはなかったんですけれども、本当にねこの広島では初めて食べる食材なんかをねよくいただいて、本当に感動した思い出があります。やっぱりね同じ日本といえども東と西でかなり広いので、こういった食べたことない食べ物などをね体験できるのは最高だなぁなんて思っていると、あっという間にね黒ビールがなくなってしまいました。そしてまたかよと思われるかもしれないんですけれども、やはりねハイボールでございます。こちらはですねおっさんのお腹が膨れないでね済むので、どんどんね量を飲めるというメリットがあります。そしてやってまいりましたガンスでございます。
こちらね、もう大好き。もう広島の定番のおつまみらしいんですけれども、一つ前のお好み焼き屋でも聞いたんですよ。魚の練り物って言われてたんで、どうなんだろうって思ってたんですけれども、これまた広島を舐めては痛い目に遭うぞということでですね、本当に美味しかったです。初めてね、ガンスっていうのを食べましたし、聞いたこともなかったんですよ。僕が無知だけだかもしれなかったんですけど、サクサクでね、魚の練り物とは思えないような味わい、美味しさでした。両親とね、3人落ち着いて飲めたので、本当に最高の思い出となりました。ごちそうさまです。ここでね、両親は先にタクシーでホテルに帰りました。そしてですね、道を歩いていると怪しい看板が何やら見えてまいりました。そしてですね、気づいたらですね、なぜかキャバクラにいたんですよね。なんて本当にね、健全な交流ですから、ここでね、美味しいお店の情報なんかをねゲットして、次の日にね生かそうかななんて考えながら飲み進めていました。ちょうどね、1時間でチェックいたしました。ホテルに帰ろうと思っていたらですね、何？気づいたらですね、あまり記憶にはないんですけれども、気づいたら中華屋さんに入店していましたよ。びっくりでございます。そして締めに麻婆豆腐を注文してしまいました。そしてね、飲みかけのハイボール失礼します。多分ね、来るまでに飲んでいたんでしょうね。撮影をね、できてませんね、最初の乾杯が。そしてね、もう締めの麻婆豆腐ということで、この時はかなりね、もう出来上がっていましたので、どんどん食べ進めていく。この時はですね、もう深夜1時ぐらいを回っていたと思うんですけれども、本当にね、このお店が開いていて助かりましたね。もうね、両親は寝ているかななんて思いながら食べ進めていましたよ。本当にね、酔っ払った後の麻婆豆腐美味しいんですよね。皆さんは締めに何を食べるでしょうか。日本人はね、ラーメンなんていうのが多いと思うんですけど、北海道はね、締めのパフェがあるなんて聞きましたけど、すごいですよね、その高低差が。僕はですね、胃に溜まりすぎるとその後眠りが浅くなる兆候がありますので、割とね、糖質を抑えつつ味の濃いものを締めに食べる傾向がございます。皆さんは何を締めに選びますか？さすがにね、この麻婆豆腐は広島は関係ないんですけれども、本当にね、美味しかった思い出があります。町中華にね、外れなしですね。あっという間にね、食べ進めていきました。本当にね、酔っ払った時って不思議とね、どんどん食べ進めちゃうんですよね。ペロリでしたね、本当に。あまりね、記憶にはないんですけれども、しっかりね、映像には残っていました。確かにね、美味しかったのはなんとなく覚えています。ごちそうさまでした。ということでですね、コンビニに寄っておつまみとお酒を買って、最後にね、一杯ホテルで飲んでから寝ようかなと。そしてね、両親は寝ているので、静かめにね、静かに飲んでいましたよ。こちらですね、イカ天のお菓子大好きなんですよね。海苔までねついてて、これはね、美味しい要素しかないんじゃないかなと思いました。案の定ね、本当に美味しかったです。そしてやっぱりね、この氷結も無糖ということで、お腹にたまらずね、気持ちよく飲み進められました。明日に備えて今日は寝ようと思います。
初日の方、皆さんどうだったでしょうか。明日もまだまだ飲んで食べていきます。2日目もお楽しみに。ということで、皆さんおはようございます。この日はですね、とうとう本番の母親たってのね、リクエスト、宮島に向かいたいと思います。母親がね、リクエストしなかったら僕もね、なかなか行く機会がなかったので、母親にね、感謝しつつ、宮島へ向かおうと思います。電車でね、30分ほど移動した後、歩いてね、船着き場へ向かって、こちらの船で宮島へ向かいます。こちらの船はね、だいたい10分ほどで到着したかな。船に揺られていると早速見えてまいりました。こちらね、有名な厳島神社の鳥居でございます。あっという間にね、船自体は到着してしまいますので、ほんとね、10分ほどですから、ここからはね、厳島神社へぶらりぶらりと歩いていくことになります。かなりね、海外からの観光客の方なんかも増えてね、賑わっていました。そしてね、厳島神社、せっかくなのでね、ゆっくり参拝などもしてきましたよ。本当にね、神聖な雰囲気がね、神秘的でいい経験になりました。そしてですね、カフェで3人で休憩いたします。というのもですね、この日とても暑くて、3人とも汗だくでね、特に両親なんかね、熱中症にならないように、こちらね、冷房の入ったお店へ緊急避難いたしました。そして頼んだのがこちら、レモンサワーセット。唐揚げ3つとレモンサワーで1300円。まあ観光地価格なんでね、仕方ないですね。でもですね、しっかりとこちらの唐揚げはめちゃくちゃ美味しかったです。ボリュームもあってサクサク。ほんと3つ1個ずつが小ぶりかななんて思ってたらね、かなり大きくてボリュームがありました。味付けもね、しっかりしてて。ただね、このお店のレモンサワーがとても甘かったんで、汗かいた後にはちょっとね、これじゃないなぁとは思ったんですけれども、とにかくこちらの唐揚げが美味しかったんで最高でした。そしてね、汗も引いてきたんで外に出ることにいたしました。皆さん、宮島といえばね、やっぱり穴子飯をね、食べないと帰れないぞということでですね、こちら稲中さんへやってまいりました。開店時間にね、駆け込んだんで並ばずに入ることができました。そしてやっぱり汗をかいた後はビールですよ。定番のね、アサヒ飲んでいく。いやー、キンキンに冷えてやがるぜっていうね、感じでですね、美味しかったですね。この時のビールは本当に暑かったんで、もうね、誕生日を変えてほしいぐらいね、いや、そんなことはできないんですけど、暑かったですね。はい、やってまいりました。こちらはですね、母親が注文したかき丼です。迫力が半端ないですね。そしてやってまいりました、稲中特製穴子飯。いやー、見てください。こちらの輝き、美しさね、芸術性すら感じてしまいます。こちらね、結構お米もたっぷり入っていて、かなりボリュームもありましたね。このね、穴子のプリプリ具合とタレの甘みがね、交わって最高のハーモニーというんでしょうか、味わいでしたね。旨味が詰まっている。そしてですね、上に乗っているこの薬味、
こちらの香りがね、すごくいいんですよ。やっぱりね、こういった香りはね、しっかりした薬味を使わないと出ないと思いますんで、本当に美味しかったです。最高のね、宮島ランチとなりましたよ。いい思い出となりました。ごちそうさまです。またね、来たいなと思わせてくれました。満腹になったところで船に乗って帰ります。ありがとう宮島。またいつかお邪魔したいなと思います。そしてですね、ホテルに帰って3人ともども疲れ果ててですね、ホテルで昼寝を何時間かね、休んだところで2日目もグルメを求めて街に繰り出そうと思います。やるじゃないか。はい、宣言通りね、しっかり昨日行ったお店の女の子にお店を教えてもらいました。こちらね、広島駅駅西というエリアにやってまいりました。古き良きね、雰囲気が漂っているエリアだなぁと思いましたね。そしてですね、母親のリクエストは焼肉ですので、焼肉のお店をね、ホテルの近くに紹介していただきました。本日はね、こちらにやってまいりました。なんともね、いい雰囲気なお店だなと思いました。お店自体はね、新しいみたいなんですけれども、こちらにね、見てください。このサインの山を。そしてですね、本日もハイボールで、なぜかノンアルコールと書いてありますが、ゴリゴリにアルコール入ってますから安心してください。そしてね、火を点火してもらってとうとうやってまいりました。こちらコウネといって、こちらもね、僕初めて聞いて初めて食べました。広島グルメ一番の衝撃。脳にね、雷が落ちたようなね、衝撃がね、走りましたよ。こちらね、コウネは厚さ自体は薄くスライスされているんですけれども、本当にね、旨味がギューッと詰まっていて、めちゃくちゃね、美味しかったですね。まあ探せば東京にもあるんでしょうけど、逆になんで今まで見たことなかったんかなっていうね、衝撃が走りましたね。本当に美味しかったです。お米と食べても本当に合うと思いますね。ただ私はですね、お米を食べるよりはいろんなお肉とお酒をね、楽しみたいんで、ここは泣く泣く我慢でございます。こちらのコウネね、火がすごい上がるんで、それ以外は本当にね、完璧ですね。いやー、本当におかわりしようかなって迷うぐらいね、美味しかったです。広島グルメ一番の衝撃。ガンスでも同じようなこと言ってたかもしれないですけど、ガンスとね、このコウネ、いやー、びっくりしましたね。そして焼肉の定番、カルビ&ロースやってまいりました。こちらをね、頼まないと始まりませんよね。皆さん見てくださいよ、この照りを。最高ですよね。これこそね、また白米があったら本当に合うんでしょうね。いやー、カルビ&ロース最高です。そして日本人のね、焼肉の定番といえばこちら牛タンですよ。この牛タンがね、旨味も詰まってるんですけれども、しつこくなくね、焼肉の最初にはぴったりだなぁと改めてね、思いましたね。ちょっとね、来た順番の関係で最初ではなかったんですけれども、レモンにつけてさっぱりといただきます。いやー、これがね、ハイボールをどんどん殺していく。ちょっとね、物騒なこと言っちゃったんですけど、見てくださいよ、この輝き。脂身とね、赤身の黄金比ですよ。これも見てるとね、焼肉行きたくなりますね。いやー、編集が辛くなる映像ですよ。もうね、
何かの記念日勝手に作ってね、焼肉食べに行きたいですね。私ね、普段はダイエットをしていますので、なかなかね、お酒は毎日飲むんですけれども、レモンサワーを次は注文いたしました。これもね、やっぱりお腹にたまらない系のお酒なので、どんどん飲めちゃいます。ちょっとね、レモンかぶりはしてるんですけど、牛タンとね。それでもバッチリ相性は抜群でございます。本当にね、ここの焼肉屋さん美味しかったですね。もう一軒ね、おすすめされたところもあったんですけれども、この日はね、こちらにして大正解だったなと思いました。いやー、駅西エリアはね、狭いお店も多いんですが、こうやってね、家族で来た際はテーブル席があると改めて助かるなぁと思いましたよ。少々ね、お値段はするんですけれども、それでもこのクオリティのお肉ならいいかなと思いました。そして母親のリクエストでカルビ&ロースおかわりいたしました。まだまだ食べていく。本当にね、ペロリなんですよね。どんどん気づいたらなくなっていってしまうんですよ。もちろんね、3人で食べてるんでそれもあるんですけれども、何枚食ったなんてね、お互い言い合って、ちょっと食べ過ぎじゃないかみたいなね。はい。それぐらいね、争奪戦になるぐらい大人気のカルビとロースでございました。このね、漬け込んであるタレもね、美味しいんでしょうね。きっとね、秘伝のタレなんでしょう。本当に美味しゅうございました。レモンサワーもペロリです。どんどんね、飲めちゃいますから。このね、照りともお別れかと思うと悲しくなってきました。レモンサワーもね、飲み終わったところでごちそうさまでした。本当に最高の夕食となりました。こちらのお店おすすめです。両親とね、歩いてホテルに戻ろうかなと思いますよ。そしてですね、ホテルに戻ると、なんとバスケットボールのね、沖縄でのね、ワールドカップが開催していて、なんとね、ちょうどオリンピック出場権を獲得したところでございました。おめでとう日本。そうなんです。まだあれを食べていない。このままじゃ終われないということで、もう一度夜の街に繰り出していこうと思います。結構ね、歩くのも好きなんで、今回は徒歩でね、繁華街の方に向かっていこうかなと思いますよ。やってまいりました。かきひよっこ商店さんへやってまいりました。広島といえばやはりかきですよ。なんとこちらのお店、広島産のかきが食べ放題、そして飲み放題もね、料金に含まれているということで、いやー、どれだけ僕に向いてるお店なんだと、これは行くしかないと思いまして、こちらに来てしまいました。やっぱりね、全くかいと思うかもしれないですけど、ハイボールを1杯目に飲もうと思います。そしてこちらかきポン酢、かきのうまみをね、さっぱりポン酢と一緒に食べていこうと思います。いただきます。まずはね、ハイボールを飲んで食べていきますよ。いやー、美味しかったですね。普通ね、牡蠣なんてそんな何個も食べれませんから、いつも口惜しく食べるんですけど、食べ放題ということもあって、どんどん食べてやろうと強気でね、攻めていこうと思いました。
次はこちらをね注文いたしました。最初にね4品ほどは自動で出てくるみたいなんで、こちらはその2品目かな。塩をかけてね食べるのをおすすめされました。アドバイスにね素直に従ってお塩をつけてレモンをかけて食べようと思いました。いただきまーす。美味しそうでしょ。美味しそうじゃない、美味しいんです。これが至高ですよ。牡蠣にねもう埋もれたいですね。本当に美味しゅうございました。プリップリなんですよね、身がね。新鮮な牡蠣とハイボール、これはもう優勝ですよ。あっという間にねこちらの牡蠣もいただきました。最高ですね。そして飲み放題ということで、次は日本酒の方を頼んでいきます。こちらもね銘柄の名前は覚えてないんですけれども、広島のものをねお願いしますと言って広島産の日本酒をいただきました。酔っ払いすぎてですね味が美味しかったのだけは覚えてます。そしてこちらはねバター焼きだと思うんですけれども、牡蠣の旨味にさらにねバターの旨味を上乗せした至高の一品っていうんですかね。とにかく美味しい、美味しさの暴力でしたね。そしてねこちらの商品もいただきました。こちらはねイタリアン的な洋風な感じと牡蠣とお野菜をね美味しくいただけました。こういったね洋風な洋食にもね日本酒は合うなぁと思いましたね。こちらズッキーニいただきます。さすがにねひたすら牡蠣なんで、たまにはねこういった野菜なんかも挟みつつ飲んでいきましたよ。いやー美味しそうですね。そして来ました、私の一番好きな牡蠣料理、牡蠣フライ。まさかのお前牡蠣フライなんか一番好きなのってちょっとね育ちの悪さがバレてしまう感じですけれども、こればっかりは仕方ないですね。美味しい牡蠣をさらに揚げたこの衣がパリパリでね美味しいんですよ。そしてねこのソースでもいいんですけど、僕はこのタルタルをつけてね食べるのが一番好きです。とにかくね食べ放題なんで飽きずに飲み進めていける、これがメリットかなと思いました。今度はタルタルをつけていただきます。いやーカキフライのタルタルはね木の葉にて最強ですね。たまらんわこれは。惜しいのはねちょっと酔っ払いすぎてね記憶が半分飛んでいるっていうところなんですけれども、本当にね最高でした。はい、またね日本酒の方をおかわりいたしました。おそらくね別の銘柄をまた頼んだと思います。広島産だけど違う日本酒っていうのを頼んでね楽しんでいく。そしてねこの日本酒あるあるなんですけれども、お皿の方のねこぼれてある日本酒の部分は皆さんどうされますか？直接飲むかグラスに戻すか。このチャンネルはですね韓国の方も多いんでちょっと悩む方も多いんじゃないかなと思いまして、またねタルタルをつけていただきます。で先にねグラスに入れるか飲まないとポタポタ落ちてきて、僕はですねこの時は直接いただきました。おそらくねどちらでもいいと思うんですよね。グラスに戻しても直接飲んでも。これね間違ってたら申し訳ないです。いやーカキフライ意外とですねボリューム、牡蠣一個一個が大きかったので
カキフライってすぐね、いつもなくなっちゃうんですけど、なかなかボリュームがありました。大満足です。本当にね、このタルタルソースの味も相当重要ですからね。いかにいい牡蠣を使おうとソースが美味しくなると。そして戻ってきました。お帰りなさいハイボールということでですね、ハイボールを次は飲んでいく。やっぱりね、なんかこの日本の居酒屋文化に慣れているからか、いろいろなお酒、いろいろな料理を少しずつ食べていくっていうのが好きなんですよね。韓国料理の場合はね、味変をしながらいろんな味を楽しむって方法だと思うんですけど、日本の場合はね、強制的に量が少ないので、どんどんね、一品一品次々と頼んでいくっていう方法だと思います。そしてこちら、牡蠣と根菜の揚げ出しかな。根菜とね、牡蠣のこのまた衣がついて美味しいんですよ。フライとはまた違ってね、さっぱりとした味わいでどんどん飲み進めていけます。本当にね、美味しかったな。広島ね、また行った際はまた違ったね、牡蠣料理屋さんたくさんありますので、いろいろな牡蠣を楽しみたいと思っています。今回はね、家族で行ったので行けなかったね、伺えなかったお店もたくさんありますので、そちらの方にまたリベンジしたいと思いましたよ。ハイボールに牡蠣、これは至高ですね。本当にね、美味しかったんですよ。大満足でございました。ごちそうさまです。飲み放題に牡蠣の食べ放題、最高でした。コスパね、めちゃくちゃ良かったと思いました。大満足で今日はホテルに戻っていきます。母親もね、喜んでくれたので、本当に宮島に行けて良かったです。おはようございます。現実がね、やってきてしまいました。本日はね、飛行機に乗って帰らなければなりません。本当にね、朝早い便しか取れませんでしたので、この日は帰るだけという形になってしまいました。またね、帰りのバスに乗って空港の方に向かっていきます。だいたいね、所要時間は50分ぐらいなんですけれど、旅のことなのをね、振り返っていたら、あっという間に広島空港に到着いたしました。そしてですね、お土産の方をちゃちゃっと買っていきます。ということでですね、最後の最後、悪あがきで広島グルメを空港でいただきたいなと思っていると、何ということでですね、いやー、計画性のなさがこんなところにもやらかしてしまいました。広島グルメ食べれずということでですね、唯一やっているレストラン、ロイヤルホストさんにやってまいりました。ロイヤルホストさんもね、大好きなんですけれども、最後にね、広島グルメをいただきたかったなーなんて。ただね、レストランからの景色はこうやってね、飛行機なのが見えてとても良かったです。オニオングラタンスープ、これは贅沢ですよ。こちら8倍速でお送りしています。ごちそうさまです。広島グルメ食べれませんでした。はい、名残惜しい気持ちを胸にね、広島を後にします。さらば広島、また会う日まで。次はね、新幹線でね、やってこようかななんて思いましたよ。本当に
最高の旅になりました。両親との思い出もできて大満足でございました。神秘的なね、宮島、そして広島グルメ、広島の綺麗な景色、すべてが最高の思い出となりました。皆さん、こちらの動画見ていただき本当にありがとうございました。今回は特別編ということで、エピローグもね、用意していますので、そしてぜひ良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしています。ではまた、ありがとうございました。なんと、こちら、特別編、始まります。皆さん、思い出してくれたでしょうか？広島空港での悲劇を。どうしてもね、食べ足りないということで、お家に帰るまでが遠足、旅行ということで、まだまだ飲んでいく。こちら、タイ料理屋に来て、チャンビールをいただきます。懲りずにね、飲みに来てしまいました。やはりね、朝早く帰れたというのもあって、少し休憩してね、飲みに来てしまいました。こちらガイヤーン、タイのね、甘辛い味付けの焼き鳥となっております。今更なんですけど、タイ料理もね、大好きなので、こうやって食べ進めていきたいと思います。ガイヤーン、いただきます。もうね、外れようがないんですよね。そしてガイヤーンにチャーンビール。いやー、大正解でしょこれは。本当はね、タイ料理屋さんに来る予定なかったんですけれども、行きたかったラーメン屋の前にね、3、40人ぐらいたむろしてまして、ちょっと怖いなということで、時間を空けてね、行こうかなということで、こちらカフェ的なね、使い方をしてしまったんですけれども、チャーンビールとガイヤーンをね、こちらではいただきましたよ。本当にね、チャーンビール1本とこちらのガイヤーンだけだったので、あっという間にね、ペロリでございました。美味しかった。ごちそうさまです。そして本番の僕のね、おすすめのラーメン屋に向かっていく。あっという間に到着。こちらエビそば一元さんにやってまいりました。北海道のね、ラーメン屋さんなんですけれども、こちら東京にもね、出店しているということで、僕はね、こちらのエビラーメン大好きでございます。皆さんね、甲殻類のラーメンは食べたことありますでしょうか？僕はね、本当に大好きなんです。もちろんビールも注文、そして餃子も注文いたしました。こちらのね、ラーメン屋ではまだね、日本で一番キャッシュレスが進んでないんじゃないんですかね。サインがたくさんある素敵な店内でございます。札幌黒ラベルを注文。やっぱりね、瓶ビールでしょということで飲んでいく。乾杯。ラーメンが来るまでの間もね、こうやってビールを飲めば楽しいひとときに大変身ですよ。まずはね、餃子からやってまいりました。早速ね、食べていきたいと思います。これこれって感じですよね。やっぱりね、韓国のマンドゥとかとまた違ってね、焼き餃子には焼き餃子の良さがありますよ。そしてエビ塩ラーメンやってまいりました。味の濃さなんかも選べるんですけれども、こちらはね、真ん中ぐらいの味の濃さにいたしました。スープが透き通っています。皆さん、この湯気に注目ですよ。本当に美味しそうでしょう。いただきます。いやー、これなんだよな。
たまにね、東京は美味しいもんないんじゃないかなんて言われることあるんですけれども、全国のね、こういった有名なお店が集まってるところもいいところですよね。もちろんね、現地で食べた方が雰囲気はね、最高でしょうけど、味の方はね、そんなに落ちないと思いますので、食べていく。そしてね、味玉の方もプリップリでね、入っています。申し訳ないばかりのね、タンパク質を補給。一応ね、栄養バランスも考えて食事していますので、まあアルコールはね、0カロリーでございます。いやー、このね、味玉も美味しいんだよな。最高でしたね。とにかくね、ラーメンといえばこのスープの味が大事だと思いますので、それがね、最高なんですよ。香りと旨味。皆さんもぜひね、観光で来た際は、一蘭とかよく行くと思うんですけど、特に外国人の方なんかはね、2回目なんかはね、一蘭ではなく、こういった変わったラーメンもおすすめです。エビのね、油で味変をしていきます。追いエビってことですよね。エビマシマシ。またね、コクが深くなって美味しくなりましたね。あっという間に麺がなくなってしまったので、最後に餃子でね、締めていこうと思います。ほんとね、今回の広島旅行最高でしたね。またね、帰りに空港でやらかすっていう失態を犯しましたけど、これで、ね、今度こそ大満足となりました。ビールもね、こちら最後の1杯、餃子も最後の1個、名残惜しいんですけど、食べていきます。ごちそうさまでした。本当にね、この動画ここまで見てくれた方いましたら、本当にありがとうございました。またね、次の動画でもぜひお会いいたしましょう。ありがとうございました。どうにか家に帰りたいと思います。またね。